今日はスペシャルゲスト、自己紹介お願いしてもいいですか。ノーミレストランっていう、ちょっと京都でレストランをやってる、山本優志丸と言います。山本洋之進です。山本林志郎です。三兄弟です。いつもなんて呼ばれてるんですか。なんかこう簡単な呼び方とか。ゆうようりん。ゆうようりん。はい。ゆうくん。そうですね。青赤白。オリジナル自分のカラーがそれぞれあるんですね。お店では色が違う服を着てるから。色でとか。やっぱその普段着てる服とかもそういう色寄りにみんな。そうです。僕は紺色が好きなんですけど。黒紺とかそっち系が多いですか。いや僕特にあんまない。本当ですか。でもお店の時は白い。ノーミレストランの由来は、ノーミはちょっとこうもじってるだけで、元は野の味って書くんですけど、結構魚であったり、僕らの場所が結構山奥なので、その周りで自分たちで集めた食材とか、狩猟もするので、鹿イノシシを、自分たちで結構お肉を作るところからやってて、で、料理とか、食べるっていうことが、結構命を食べるっていうことで、すごいそこの野生の味っていうか、そこの力強いところに、こう非常になんかリスペクトがあって、でその野生の味って書いて野の味でノーミなんですけども、そこにちょっとリスペクトを払った仕事をしたいなっていうので、なんかインスタグラムとかよく拝見させていただいてるんですけども、なんかいろんなとこに行かれてお魚捕まえてる漁師さんだったりとか、魚もすごい有名なの、天然っていうのがやっぱあれ、もうそこには全て天然っていうところにこだわって、やっぱりその天然の力強さみたいなところを引き出すような、野菜とかはでも意外と言われなくて、野菜は全部養殖というか、そうですね、悪いわけじゃないですけど、でもなんかそこの山菜とかそういうちょっと野生にちょっと近いような、そこのなんか力強さみたいなところに、できるだけフォーカスしたいなっていう。確かに野菜は養殖っていう感覚はないかもしれないですね、普段から。農家さんに喧嘩売ってるかも。確かにそうかそうか。養殖ってなると育ててる、人工的にその環境を作って育ててるってことですね。両方の良さがあって、僕らは口山っていう田舎でやってるので、なんかそこにフォーカスできれば面白いかなっていう。しかも野生で野の味、そこ全部いただいてるっていうところの意識をしながらで、僕と2番目が狩猟免許を持ってるんですけど、かけに行くのは誰かが一緒に行って、で捕まえるのもさばくのとかはこの2人が意外とやってたり。そうなんです。なんかすごい危ないというか、やっぱ自然なんで危険も伴うっていう想像があるんですけど、それでなんか怪我したりとか危なかったなみたいな、そういう体験ってありますか。だいぶやばかったのは、イノシシがかかってて、それを、僕らは生きたまま連れてきて加工所で止め刺しするんですけど、その生きたまま捕まえるときにやっぱすっごい暴れてるんで、それがその一番危なかった時は、イノシシがかかってるのを捕まえに行った時にもうワイヤーが切れてこっちに突進してきて飛んで股の下を逃げてたの。それがもし当たってたらかなり大怪我。イノシシ牙がめっちゃあるんで、イノシシもすごい生き物ってやっぱすごくて、下の牙がすごいフォーカスされるんですけど、上にすごい四角いちょっとこう上からその下の牙にすごい摩擦ができるような、擦れるようなところに牙が、上の牙もあって、こう噛み締めて下の牙のエッジを出すんです、研いで、それでこう突進するよりもこう突き上げて切るようなエッジがあって、それでよく漁師さんが内ももの部分とかの頸動脈切られるとか、結構立ってるんでちょうどここに突進する、それで亡くなった方とか結構聞きます。
でもめっちゃ美味しそうなイノシシ直前まで行こうと思ってその時って怖さよりも美味しそうなの逃したみたいななるんですか？どっちの方が強いですか？なんでそれがあってから怖さは出てきてる。ああ、そのちょっと落ち着いて冷静に考えると。でもやっぱ向こうもまあ命がけで来るっていうか、本当に命を取るっていうところで、まあそこは絶対まあで、まあ、鉄砲でやったら確かにすごく安全で、数もやっぱ取れるし、なんていうかやっぱこう取らなきゃいけない状態ではあって今すごく増えててあるんですけど、まあ僕らはそこをやっぱ一つずつこう味のことを考えてなんかこう手間をというか僕らなりに美味しいって思うところをなんかやっていけたらなっていうのがあるので、なんかこう魚の作り方とかで、僕らがお世話になっている漁師さんの、まあ、藤本さん方はその捕まえてきた魚を暴れてると耳とかそのものにストレスがすごく溜まっていて、まあ疲労ですよね、でその疲労を一旦まあ休ませてちょっと回復させてから、まあいい時にこうできるだけ早く締めて、早く処理をして、まあその個体の持ってるポテンシャルをできるだけ落とさない状態で魚をまあ締めて送ってもらうっていう、そこにすごくまあインスピレーションとか影響を受けて、僕らももともと生け捕りっていうのをやってたんですけど、それを一旦ストレスを抜いて、まあ、最近はそのできるだけこう苦しむ時間が短いようなこう神経締めみたいなことを施して、ぐわっとなってる時にこの締めるんじゃなくて、やっぱり連れて帰って数日間落ち着かせるみたいな、そこまでは数日間まで行くとさすがに今度抜けていく体力的なところがいいので、やっぱそれも考えなきゃいけない。そこのバランスが一番いいタイミング個体によって違う、そういうことなんですね。元気がなくなってっちゃうっていうのも考えなきゃいけないってことですね。激怒してるイノシシとかも本当に全てをかけてやってくるのを、まあ本当に目隠しをして、まあできるだけ静かな場所で、いい環境のところで 2,3 時間からまあ長い日は時は半日がその個体の強さによって変わる、体力とかあとはその性格が結構あって、すごくこうなんていう落ち着きやすい個体もいればずっとこう興奮してる個体もあって、そういう時は寝かせる時間を変えて、これは体力がないからちょっと早めに締めよう、これは置いといたら良くなりそうだから置いといて、まあそういう糸を僕らの思う美味しいっていうところにできるだけ近づけられるような形で、そこはやっぱ常に対話というか、その個体を見ながら命とってるので、やっぱこっちがそこで面倒くさいからまあいろいろあるけど、やっぱそこで手を抜くのはちょっとやっぱ違うのかなっていう、今そこの命に対してすごく不義理なところが、やっぱずっと都会にいるとそうやってこう命をいただいてるって感覚がどんどんなくなってくるというか、もうスーパーに並んでる状態のものなんで、前回こうお伺いさせていただいて、でその後初めてキノコ狩りにパートナーと行ってきて、でやっぱもともとキャンプとかそういうアウトドアは好きなんですけど、やっぱ山奥に入るっていう経験が初めてで、やっぱちょっとすごいドキドキ熊も出るかもしれないみたいなやっぱそこのなんていうんですかね、もっと多分危険で本当にちょっと間違えたら大怪我するようなことを普段からやられてると思うので、全然その度合いは違うと思うんですけど、やっぱその生きてるんだなっていうのを自分としてもすごい感じた時間でしたね。そのなんか東京でこう過ごしてるよりもなんかこれが人間としてのこう本来のその姿というか、その充実感。東京の街中に行った方がドキドキです。逆にそのさっきのイノシシの話聞いて、やっぱそういうのある意味命がけで取ってきた食材でやっぱ提供するってなると、その分心もこもってますし、なんとなく気持ちの入り方は変わる気がします。その対話ってどっかで会ってこう気づき始めるタイミングみたいなのってあったりしたんですか？その瞬間的じゃなくて徐々にこう動物は好きです。生き物とか自然の
深さみたいなところはすごい子供の頃からそういうところで、あとはなんかそういう小さい頃学校があって、足湯っていう宮山町、京都の北の方に今ちなみにレストランされてるところの場所はで結構もういや里山ですね。なんか自然には近いんですけど、やっぱ自然の規模っていうのはどっちかというともう少し穏やかで、やっぱその京都の北の方に行くと京都大学が演習林っていうのその研究のために本当にすごい樹齢が僕らのところだったら結構みんな更新山を使いながら来た山なんで80年ぐらいなんか100年とか80年ぐらいの木でもそっちに行くとすごい大切に守られてきた森があって、やっぱこの樹齢1000年とか800年とかものによっては本当にものすごい土地の木とかがあるような場所があって、なんかそこに学校があったんですよ。自然学校、足湯自然学校って言うんですけど、それに結構小さい頃行って、もともとそういうところで遊ぶの好きだったんですけど、やっぱ本当に自然のでかさに圧倒されるみたいな体験があって、これは本当に凄まじいなというか。でも本当に小さい時からそういう自然に触れながら、でもそれはすごい自然の中でそれを使って遊ぶんですよ。沢登りに行ったり自分たちで魚を取って、それをおやつにするとか、自分たちで鳥をさばいてご飯を作る、そこのただ敬意を払っていうよりかはそれといかにやり取りをして生きるかみたいなところの本当に生きるっていうところの素晴らしさみたいなのを、そこで小さい頃に言葉にはなってなかったけどすごい味わって、で僕らもだんだんいろいろ大人になったっていうか、大きくなってできることが広がった時に、なんか福知山みたいなその場所で自分たちで何かできないかなっていうか、生きていくために仕事を作れないかなってなった時に、そういう中でいろいろあった体験の中で作ってきた狩猟のどうやってお肉が美味しくなるかとかを使ったのが今のレストランっていう形で、そういう流れがあるんですね。すごいそこに命に対してすごいリスペクトを払ったことをしたいというか、それを体験としてその食べ手さんに伝えたいな。逆にさっき役割分担の話がちょっと出たんですけど、その仕込みというか主に誰がどういう食材を触るみたいなのって決まってたりするんですか？でも僕がお肉をさばいて吊るして、僕らある程度お肉の水分量とかを調整するのに、ちょっと10日か1週間ぐらい熟成庫にっていう、レスペックっていう会社の結構精密な熟成庫に吊るして、それでいいやつから使っていくんですけど、僕が2人と僕らでさばいたお肉を、僕がお肉下処理というか切り出したりトリミングでいろいろ分かれてて、野菜とかを仕込みできるのは2人で大体で、食材も分かれてて、大体この食材を切るのはこっちでネギとか切るのこっちみたいなに分けて、それに対して包丁をそれぞれがそれに合わせて包丁を持ってるっていう感じ、で結構鰹節とかをカンナとかの担当は3人がやる。それは結果的にベストっていうのを見た時にそういう役割分担がいいなっていう結論に至ったっていう感じ、それとも自然になんとなくですね。やってるうちに自分たちで食べながら、これもちょっとみたいなのの、でも包丁のやっぱノウハウというか、なんかある気がします。でもやっぱ各々の癖とかそういうのがあって、同じ食材でも味が違ったりとかやっぱするんですか？正確に合わせた仕事がなんか結果的にそうなってる的な。ちなみに性格ってどう違うと思いますか？お互いに自分のことはわからないけど、この2人のこと客観的に見て、例えばお二人が弟を見てどう思うかとかお兄ちゃんを見てどう思うか。安定した仕事をする。きっちりしてるんですよ。全部同じ厚さに切って同じ大きさで揃えて並べるみたいな、そういう仕事が得意じゃないってそう僕は思う。で
で、まあめっちゃ感覚人間あとめっちゃ突き詰めるタイプっていうなんかもうこれってなったらもうすごいそこに注力して突き詰めていく。ちっちゃい子その見すぎて全体見ずに落とし穴に落ちたりする。ああ、そういう。でもいや、それを広い視点でまとめてるっていう感じ。ざっくりしてるんです。いやでもすごい最強です。なんていうかな、臨機応変に対応力っていう意味では僕らの中では僕は一番優れてるので、一番こうその日入った食材で何をするかっていうのをみんなで話し合うときに一番こう出してくれるのはまとめたりとか、こういう日にこういう組み合わせで今日はやってみよう。初めて伺った時にもう堂々としてる風にしてる風にできない、もう震えちゃってあんな堂々と喋って。いやでも最初はそうめっちゃ緊張して藤原さんがもういろいろきっかけ、その刃物っていうのにここまでこう刃物はもともと好きだった。それもちっちゃい時からちょっとこう触れてたって作ったりとかしてたんですか？木を削って遊んだりしてる中で工作が好きで、それを家に1本2本普通に砥石があってそれで研いでてそれが楽しくてでやってる時にいつだった結構前で僕らがまだ小学生ぐらいの時に知り合いの大工さんの新年会に行って、でそれで大工さんの新年会ってこうワイワイ食べ物もあるんですけどみんな傍らで研ぎをしてるっていう不思議な新年会で、そこに砥石屋さんが来てて、それが直さん藤原さんの砥石作りのパートナー、その方がそこにおられて、で僕らが刃物研ぎが好きなのを見て、じゃあ研ぐのスペシャリストっていうので、そこで初めてつながって。でも本があったので、藤原さんの本出されてたんで、それで憧れの人もう会う前から日本は知ってた。そこは一緒です。僕もなんか最初それで知りました。我流で研いでて、めっちゃ切れると思ってたんですけど、その時切れるしか求めてなくて、でなんか本当に侍みたいなのに憧れて、黒沢映画とかもののけ姫とかをすごくなんか見る家だったというか、見るのはそういう家で、刃物の美しさっていうかみんな好きじゃないですか、刃物かっこいい。それでなんか地元の人にもらったナイフとか、自分たちで毎日料理するのを研いでて、めっちゃうまいつもりでいたら、ここに本を見てその紹介できたら、講習でよく切れるっていうのと美味しく切れるのは違うからみたいなこと言われて、みたいな衝撃で、でそっからでもやっぱこうめちゃめちゃ確かに、その食べ比べしたかどうかは忘れたけど、でも絶対違うよねみたいな、その切れ方が違うとか音が違うっていうのはいっぱいいろいろやって知ってて、で着眼点がそこで。でしかもめちゃくちゃロジカルで、僕が中学校で小学校みたいな時に3人で講習に来て、最初も朝9時から5時まで研ぎ放題みたいな、研ぎ放題みたいな美味しいもんいっぱいあるし、来たら半日ぐらい座学で、ちょうどこの部屋です。ここでやられたの。衝撃の座学。もうその刃物とはというところからまずは理解しないと、そもそこが分かってないと、本当に上には上がいるんやなと思って、刃物を本当に確かに藤原さんの包丁はやっぱその時からこう見た目からして存在感が別格というか、やっぱこうね使った時にいい形っていうのは機能美っていうのか本当に美しい形をしてて、で理論が通っていて、でそのゴールが美味しいっていうところは本当にすごいなと思って、帰ってからいっぱいいろいろ比べてみようって思って、変な方向に入っちゃった。みんな目がもう輝いてるというかね、特にもう何研ごうかなっていやなんかもうそれがすごく、いいなと思ったのと、
それが仕事に現れてるなというか、なんか僕も本当最初に興味持ち始めたのが19歳ぐらい。大学が調理関係の、その留学し台湾にしたんですけど、そこが料理関係の学校で、そこでまあ包丁を使った時にどうやって研げばいいんだろうって、で初めて見たのがその藤原さんの本で、そこからまあその現地でなんか研ぎを広める活動みたいな、なんか部活を作ってやったりしてて、でその流れで日本帰った後、一応そのかっぱ橋の包丁屋さんで働いて、でその中できっかけがあって初めて藤原さんにお会いしたのがちょうど3年前ぐらいなんですけど、なんか僕もすごいまあ最初から憧れにしてた方で、初めて会えた時はすごい嬉しくて、もうお酒飲まれないじゃないですか、だからもうそれ抜きでもうずっとお話しさせていただいてて、もう5時間も6時間も、で気づいたらもう終電だっていうでもその時間がすごい楽しかったのと、こう包丁業界に一応いた人間としてもそういう話がなかなかできないというか、で昨日お仕事をちょっと見させてもらって、その仕事のレベル自体を評価できるほどの技術は全くないんですけど、その会話を聞いてるだけでもうその話してる内容のレベルが高すぎて、もう多分9割以上の包丁の専門分野にいる方よりもすごいなというかその長いことをやってるだけで、その理解と、そのやっぱ一般の方包丁売ってるからプロフェッショナルっていうふうに思うと思うんですけど、でも、まあ、僕はそれは違うと思ってる方でやっぱりそれを使ってでプラスその研ぎっていうところも含めて、これだけその全くその分からない人が見たら多分宇宙人の会話だと思うんですね。昨日その帰りのなんかとか何言ってんのかなみたいな。だいつもその藤原さんと撮らせていただいてる時もその見てる視座がちょっとはるか上すぎて、やっぱ見てる方ともその言ってるその切れ味と一般の方が思う切れ味とその皆さんが言う切れ味にもあまりにも乖離がやっぱあるので、そこをどうにかこう埋めて理解してもらえないかなっていうのをちょっとやりたいなと思ってて、だからみんなが思ってるのはなんかこのぐらいのことなんだけど、それをさらに100個とか1000個に分解してって、もうそれ以上分解できないぐらいまで分解されて、その本当に細かい単位で見られてるなっていうのはその会話の中からすごい感じられて、すごいまあ面白くて、なんかすごい理論があるじゃないですか、なんかこうアミノ酸がグルタミン酸と合わさると相乗効果で長いなるみたいな、それがでも料理ってすごい面白いのは頭でそういうものを見て納得するっていうのと、食べた時にやっぱその自分の今度舌っていうセンサーを使ったりとか、鼻のこう嗅覚のセンサーを使ったりとかで頭じゃないところに入ってくるっていうのの面白さで、研ぎってでもめちゃめちゃロジカルで、そこの理論を立てて、じゃあこれで切ったらこうなるっていうのをまあ先に感覚から入ってくることもありますけど、そこがすごい混ざっているのが、研ぎと味の面白さだなっていうの感覚とその理論というか、そうですね。まあ別いろんなこうものがあると思うんですけど、まあ本当に頭の中だけでやる仕事だったり、で今度僕らの場合は本当にこう切ったらどうなるっていうそのまあロジカルの部分と料理にした時にこういう味になりましたっていう、そこがすごくまあある意味近いので、まあそのロジカルっていう部分はめちゃめちゃ大事なんですけど、まあ今度それがちゃんとこう感覚として返ってきて、本当にこう切り方一つでとか研ぎ方一つ、まあ、鋼材一つ包丁一つ切るストロークの長さ一つとっても、ちゃんとそのロジックで変わるじゃなくて、その感覚として入ってくるものが変わるので、より細分化していった時のその面白さっていうのはすごくある気がします。その細分化のレベルがちょっといい意味で頭おかしいなというか変態だなというか、そのなんていうんですかね例えば普通の人だったらその切り方で終わってしまうところを、同じ切り方でもそのスピードとか圧力とか、その細分化これ以上できないよねっていう。昨日その会話の中で一つまあ印象に残ったのを挙げるとすると、
その炭化物が細胞よりも細かくなったらあんま変わらないんじゃないかみたいな、そういう話をした時にもうそれ以上深掘れない、その最小単元っていうんですかね、その一番ちっちゃい単位まで考えてらっしゃるんだなというか、もうその限界まで常日頃考えて、まだあると思いますよ。原子分子まではあると思います。やっぱこの香りの話とかは、やっぱこう作体っていうかこう、分子の結合の話になってくるので、なんでこれで切ったらありえない香りになるのみたいなのは多分もっとミクロな。結構ご自身でいろんな食材触られてきたと思うんですけど、これ今まで積み上げてきたなんか理論と全く合わないぞみたいなのもあるんですか？ちょっとこう予想してたのと違う結果になったみたいなのあったりするんですか？結構予想通りの。いや、予想通りでもないんですけど、なんか方向性として全く違う方向に行っちゃったみたいな。あるのは結構こう魚とかで言うと、その個体の状態によって、この葉付けで切ったらこういう味になるはずなのにっていうのがずれるっていうことはあります。個体のこうその個体の状態でタコでやったことがあるんです。で、普通に今までの実験で言うとこっちの方が味が濃くなるよねっていうのの真逆に振ったってことが一回あって、切った時のだからその時のタコのその香りとか旨味の量によってそういうのが変わるっていうのが分かった時はありました。だからやっぱりその材料を見て包丁を決めないといけないなっていうのはあるかもしれない。